最近どうやって出会ってんのみんな。どっちかに写真を見せて基本的なスペックみたいなプロフィールみたいなのが来る。韓国は連絡の頻度イコール関心度の表し。待って1、2時間空けるっていやいやでしょって思うじゃん。なんかこっちは多分日常の共有みたいな。でもそれ本当に違うよ。お昼ご飯とかだって取っておくんないでしょ。それ本当に言いたかった。ご飯食べた問題。その連絡先の登録する名前とかを変えたりする人が結構多くて。てかそもそも電話番号とか交換しないから日本。コリアユ。皆さんこんにちは、コリアユです。こんにちはというかもうこんばんはなんですけど、退勤して家に帰ってきたばっかりでちょっと顔がめちゃくちゃ死んでる。今日はですね、韓国に住んでもう今年に入っちゃったんで13年目になる私日本人のコリアユなんですけど、20代をまるまるこっちで過ごしてて、価値観だったり習慣っていうものが韓国語でよくこうやって表現してるんですけど、経過してしまって、みんな私と韓国に短期留学したことある日本人の友達がいるんですけど、今も日本に住んでるリアル日本人っていうのかな、こう恋愛話とかを電話しながらすると、こんなに日本と韓国って恋愛観とか習慣って違ったっけっていう風にこう気づかされる。すごく面白いんですよ。いつもその子と電話してるような感じでちょっと電話をしながら日韓の恋愛の習慣の違いみたいなのをちょっと話してみたら面白いかなと思って電話のコンテンツにしていきたいと思います。早速ちょっと電話かけていきたいと思います。もしもし。もしもーし。簡単に自己紹介お願い。아윤싱글입니다。付き合う前、付き合ってる時、別れた後みたいな感じでちょっとねトピックを分けてみたんだけど、付き合う前のソムの状態。ソムっていう単語あったっけ日本に。友達以上恋人未満かな。長いけど。韓国ではソゲとかあるじゃん。日本ってあんまりソゲしてるイメージなくて、最近どうやって出会ってんのみんな30代って。聞きたいよね。本当に私も聞きたいけどやっぱり日本は韓国よりさらにアプリに対するイメージは良くなってるっていうか、コロナでアプリ勢が増えたから。そっかそっか。Tinder なのみんな。Tinder はね、あくまでも本当に私のあれだけど、日本の Tinder は大学生かちょっと違う目的でいらっしゃる方、もうちょっと恋活にカップル、さらに恋活と婚活の中間がビズ、もうちょっと婚活によるってペアーズ、さらに婚活によるとお見合い。お見合い名前がそう。Tinder じゃん。これ見てる人誤解するかもしれないけど、私アプリ本当にやったことなくて、あんまり。一応ちょっとそれそう一応ね周りの話聞いてるだけなんだけど、Tinder はでも本当に日本みたいなそういうイメージ。そうなの。会社の人の話とか聞くと、すごく真面目に出会いたいんだったらクレンってやつとタンヨンシってやつがあるらしいんだよ。日本みたいに分かれてるっぽい。ちなみにアプリ以外はないの？出会い。あるある。全然最近だと日本人の一般意見ではないかもしれないんだけど、私は11月に3回合コンしましたんで韓国でいう道ね。人数とかではない、33だった全部。でも韓国もそうかも。基本的には33かな。日本って結構さ、付き合った後の連絡の頻度とかは結構聞いたことがある。付き合う前の頻度。韓国の場合はソゲとかだと、例えば今日ソゲを受けました、1週間後に会うってなりました、その日まで毎日連絡をする人とその日まで連絡しない人で結構5対5ぐらいで分かれるのね。でも韓国の人ってめっちゃ連絡するイメージはあった。ソゲは分かれるかも。会うまでだってその人どういう人かも分かんないから。待って、韓国のソゲってそっか、先に連絡先渡しちゃうのか。そうでグループ作って勝手に消えるやつだっけ。そうすることもあるし、番号も先に教えちゃって。なんか日本はソゲっていう言葉で普通に友達の紹介みたいな言い方するけど、私今までそれないかも。そうかもね。だって韓国は基本ソゲはその仲介の人がいるわけじゃん。どっちかに写真を見せて、基本的なスペックみたいな、どこ出身の、今会社で何してる人で、背はいくつでみたいなプロフィールみたいなのが来るわけよ結婚相談所みたいな。受けたいみたいになったら電話番号をこうどっちかに渡して、どっちかが送迎受けた何々ですみたいなから始まる。そうなん。日本は多分最初の1回目はその人を含めてご飯食べると、そういう感じでジャマンチュ系ねそれはでも韓国でも私もやったことあるけど、結構仲介の人が大変じゃんよ。二次会で消えるとかね。
そのもう一軒行きましょうの時にじゃああと残り2人でみたいなのはあるとは聞くけど、やっぱ逆にその会うまでよく知らない人と連絡をする期間っていうやつの感覚がわからない。韓国はでももうその付き合う前から結構連絡の頻度イコール関心度の表しというか、実際に言われたことがあるんだけど、まだ付き合ってない段階とかだと返事をしっかりしたいから質を考えるのね。頻度よりも質のタイプなんだけど私は。だから 1,2 時間とか普通に空けるし、仕事の時とか全然 4,5 時間とか空けちゃう人だったのよ。待って 1,2 時間空けるっていや開けてなくていやでしょって思うじゃん。でも 1,2 時間空けてて興味ないんだって思われちゃったことがある。付き合う前だよ、付き合う前。そんなんともう日本人誰も付き合ってないよそれでしなくなってた。それはじゃあ何、付き合う前はどんぐらいのあれで連絡するんだっけ？もちろん人によって様々だけど5回未満とかじゃない。この朝一言1やり取りやって帰ってきて 2,3 往復ぐらいのイメージ。へー、あれでもそんな感じだったかな私。私も一応日本で経験があるじゃんよ、日本人との恋愛の経験が。人による会話がフォーカスなんだね。なんかこっちは多分日常の共有みたいな。でもそれは本当に違うよね。お昼ご飯とかだって取っておくんないでしょ？それ本当に言いたかった。もう韓国のさご飯食べた問題パンもごっそ？本当に何？一日中その連絡はしないとその人が何したのかなとか分かんないで、その日。韓国的にはそれが結構普通で、朝起きたら挨拶して時間ある時に何通かして、お昼になったらお昼ご飯これ食べてるよみたいなで午後も頑張ろうみたいな感じで頑張って、で夜退勤したよみたいな。付き合ったら、その後夜電話 1,2 時間ぐらい。毎日？私は毎日の人しか付き合ったことない。電話歴代彼氏全部かき集めてもかき集め電話した合計数10回いくかなって感じ。全全然電話するカップルもいると思うけど、毎日電話する人なんてそんなたくさんいない気がするけどな。でも韓国もそれは人による。全部これはもう私たちが話してる内容全て人によるっていうのは前提で話してるけど、何を話すの？だってご飯食べたかもうすでに確認してるのにいや今日どうだったかとか。付き合い始めはでもいっぱい喋ることない？っていうかそんだけ毎日喋っててさ、デートで会いますでも何も話すことなくねって思うじゃん。でもね、結構好きだったら話すこといっぱいあるんだよ多分。好きになると話題が生まれるだからインスタとかでも結構あるよ。なんか恋愛したてのカップル向けの電話でやるバランスゲームとか。でも連絡に関してはだから私毎回、最近はもちろん韓国の人と出会う機会の方が多いわけじゃん。どんだけそんな韓国化したって言っても、日本人感が残ってるわけよどうしても。韓国人ほど濃い頻度を高めるっていうのがちょっと未だに負担な時があるのね。だから連絡の頻度とかが遅いと、今までの人たち、日本人の連絡の頻度みたいなのを調べてきて、遅いからもしかしたらこれは日本人の特性なのかなと思って調べてみたら本当にそうやって書いてあって、あゆむが関心がなくてそうしてるんじゃないんだって思ったって。これ多分本当にそのかのが結構一般的説はある。だからちょっと羨ましくもなるのよ。私は多分ちょっとマメなタイプだから。そうだね、そのかマメだよね。どっちかで自分が連絡を待ってる側な感じがしてるのよね。でも逆にそしたら毎日お昼ご飯の交換とかできる？できちゃうかも。ちょっとやってみたいねやってみたいんだ。それが負担と思うかどうかちょっと経験してみたい。私がこういうことしてるの周りの子たちみんなよくできるねとか言ってた子たちがみんなやってるからね今。とか慣れたら結構できちゃうんじゃん。なんかそのかとこの間その恋愛の話してた時に、なんか連絡を日中せず夜ぐらいになってお疲れって送るって言ってたじゃん。朝はおはよう。昼はなんか朝綺麗に終わったら昼特に解散なんもないかも。綺麗に終わるおはよう今日も頑張ろうねみたいな感じで終わっちゃったら一回終わらせる。なるほどね。韓国は終わらないね。終わらせないよ。ご飯食べたよでも終わるじゃん。その後なんかを言うのさ。その話題作り
のセンスっていうんですかね。なんかそんなにいい言葉使っていただかなくてもいいんですよ全然。で多分あれなんだよ、その一回切るっていうのがないから。お疲れも何もないのか。ないのよ。で、夜の電話で「オネルハルオテッソ」みたいな、ちょっとその一日を振り返りつつ、今日一日どうだったなんていうのはもう贅沢品だと思ってて、そんなことを聞いてくれるのはせめて休日ぐらいちょっと聞いてほしいなとか思ったけど、本当に聞いてこないから。まあでも日本そうかもね。なんか相手の日常について聞かないかもね。私の日常に関心はありますかって聞いたことがある。あ、マジ？聞いた。そしたらなんて返ってきたの？関心はないっていやそれ誰？別に本人何の悪気もないのよ。その他のこと考えてる比率 2% ぐらいだよ。思い出した。全然俺に対しての脳みそなんか割合 2% で全然大丈夫だよみたいな。みたいな。それね、あれだね、日本人あるあるでは全くないね。だよね、この人はちょっと変なだけで。何回会って付き合う？アプリを割と経験しているっていう、あれでいく 3,4 回目ぐらい相場というか平均。でも3回って聞いたことある。確かに。でも韓国も3回らしいよ。4回？3回って言いました。ちょっと一瞬年配が。日韓共通だね、割と。そうだね。でもさ、そのさ3回の期間がどれぐらいなの？でもさ週3とかだったらもうさちょっとでも周り見てると週1では会うかもね。週2多くても。じゃあ1ヶ月以内に蹴りつく基本。まあでも韓国の場合ってその間もずっと連絡してるじゃん。確かにね。なのに2ヶ月とか続くとちょっと長いかも。日本人の紹介の時ってさ、よくさ、なんか恋愛として違ったらそれはそれでなんか友達としてでも別にいいしねみたいなことワードとしてよく言うんだけど。でもこれさ、私結構別れのカテゴリーで入れてたんだけど、日本って結構別れてから友達とか、もしダメだったら友達とか、友達ってよく言うじゃん。そうだね。でもなんか韓国がそうなのか私がそうなってしまったのかは分かんないんだけど、友達とはっていうところはあるよね。でもね、なんか円満に別れてまた普通に飲もうねみたいな別れ方しても、別れてから会った元彼は一人もいないし。まあそうだよね。友達とかだったらあるんじゃないかな。もともとすごい仲いい友達でみたいな。そうだね。日本人と付き合ってた時は多分その出会いとか学校だったり、共通の知り合いがめっちゃいたりとかしてた時代だったからかもしれないけど、なんか別れてからも挨拶はする仲だったような気がするのよ。社会人になるとね、会うことがない。もうないよね。自ら連絡しない限り。でも韓国は結構別れたらすぐにブロックする人めっちゃ多いのね。もうなんか家族のプロフィール写真とかでその人の、近況とかも見れちゃうじゃん。とか、もし電話が来たりとか、なんかアップデートがあるたびに自分が揺れるのが嫌なの。より戻す可能性とかももう絶対ないんだね。もしあったらそのブロックしないだろうけど、もうない、この人とはもう付き合いないってなったら本当にブロックからする人が結構多くて、でも日本であんまりそういうの聞いたことないなと思ってさ。ブロックはしたことないか。私もなかった今。てか未だにない。本当にだから歩みは半々だよね。本当に私半々だと思うし、まあ韓国人でもしない派もいたけど結構多かったよね、話聞いてる限り。SNS ってインスタとかって、いつ交換する？インスタこれ本当に超個人のあれなんだけど、インスタから入るの多いかも。とりあえずのアカウント以外にももう一個アカウントがあるじゃん、私は。でそのアカウントでつながってから DM から始まるみたいな。ていうかインスタ教えてが言えないまま別れたってパターン。なんで？インスタ教えてが言えない。プライベートだから？なんだろう、プランスローな感じにならないかなっていう相手。まあでも長く付き合ってない説が。ちょっとそこを言っちゃいます。まあでも友達から入ってないからかもね。今日話しててちょっと思ったけど、日韓の恋愛というよりは30代の恋愛だよね、これね。いや、そうかもしれない。ね、なんか付き合ってから韓国って結構その連絡先の登録する名前とかを変えたりする人が結構多くて。チャギみたいな。
とか、あと名前でもハートがちょっとつくとか、あとはそのエッチン、人のあだ名に変えるとか、日本もあるのかなと思って。韓国はさ、基本人の名前が2文字か3文字なのよ。私は結構揃ってるのが好きで揃ってるのが好きだから、あんまり変えるの好きじゃなかったね、もともと。もう過去付き合った人たちはみんなフルネームでポンって名前があるのがチョンギョフソボインだって言われて変えたりしたことがあったんだけど。付き合った人の LINE の名前は変えたこと一切ない。LINE の名前じゃなくてさ、連絡先の名前は電話番号の名前。てかそもそも電話番号とか交換しないから。それほんとこれ結構根本的な話なんだけど、意味わかんない。電話番号を交換する人このご時世どんだけいますかって感じ。日本意味わかんない。なんで電話なんで電話番号とかいらないじゃん。だって LINE で電話できるし。 LINE なくなっちゃったらどうすんのじゃあ。LINE なくなんないいや、なくなっちゃうかもしんないじゃん。ちょっとこれは本当に日本の人で電話番号を付き合ってはい交換しましょうの人は本当に 10% 以下だと思う。こっちはカカオトークの友達追加をするときに電話番号で検索するんじゃんよ。LINE？ 韓国はいつもなんか電話番号を教えてみたいな感じで言ってるイメージはある。うん。日本は QR コード一番多いかも。文化ショックすぎるわ、それは。私の時代と違うんだ、もう。そうだね。日本でだって電話番号使ってたのガラケーだったから、会う頻度はとかの話聞いてると1ヶ月に何回とか。いや、あの人は特殊。週1か2週間に1回なくてもそれぐらいなんじゃないかな、社会人の平均。じゃあそしたらそれは韓国とそんなあれか変わんないね。でもそれが限界だよね、社会人だとね。忙しいもん無理だよね。じゃあ記念日は記念日出た。でもこれ30代になってくるちょっと違って、周りの話聞いてると100日、あと1年、2年、3年とか、あと1000日とか、結構大きいのよ。その単位が。そう、単位が。バレンタインとかペペロとかは私はしたい派だったんだけど、結構韓国でも分かれるんだなと思った。30代になるとみんなやり尽くしてるから、20代にで韓国ってすごいイベントのイメージあんじゃんよ。20代で全部やってんだよみんな。どっちかというと当たり前にやるよねっていうよりかはもういいやになるんだ、30代になる。当たり前にやるよね派と、もういいやで分かれるかも。いや、それなの日本も一緒だね。そうなんだ。そもそも100とかでやらないよ。日本はでも1ヶ月2ヶ月じゃなかった？いや、それ学生なんじゃないかな。そっか、待って、私が10代だからだ、これ多分ね。でも私まだ1年記念日を経験したことないからちょっとこれは出ちゃって大丈夫なんですか？それは全然大丈夫です。わかりました。1年からなんじゃないかな、日本は。1年か。でも遠いな。そしたら何もやらないの、その1年間。逆に何するの？それ100日だねっていうのはさ、ケーキとかでも買う？結構周りにはケーキやってる子とかもいるし、さすがにさ、プレゼントとかは買う？プレゼントもやったりしたね。それ逆にさ、もう何のプレゼントを買ってるかを、何が欲しいんだか分かんなくないです多すぎて。ペペロもやらないよね。ペペロは絶対やらない。絶対やらないよね。ペペロはね、韓国でも分かれる。というわけで質問以上だったんです。1時間も。意外と表面的なところだったね。もっとね、濃いところを話したかったんだけど。募集しても面白いかもね、質問っていうか。コメントにそしたら、じゃあこれはみたいな質問があればぜひちょっと書いていただいて、もしこの反応が良かったら第2弾も。反応絶対良くないじゃん、こんな。でもちょっと薄かったよね、内容ね。結論、人によるんだろうなって気がする。ちょっと今回企画する時間が短すぎて、最近スノボ行きすぎたのよ。いや、本当だって、どんどん上達してるからさ。してるでしょ。全然やる気ないのに勝手に焦ってんの。そのか、ありがとうございました。第2弾のためにコメントをぜひぜひよろしくお願いします。皆さん、今日はここまでです。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。